乱暴者のくまくん。ある山にとっても乱暴者のくまくんが住んでいます。くまくんは自分が乱暴者だとは思っていないし、本当はみんなと仲良くしたいのです。ただ、体が大きいからちょっと声を大きく出すと、周りのみんなが怖がるのです。怖がられて逃げていくみんなを追いかけたりしているうちに、どうして誰も自分と遊んでくれないのかと思うようになりました。そしてそれが悲しく思えてきたのですが、悲しかった気持ちも怒りに変わってしまい、自分がこんな寂しい思いをしているのは全部自分を怖がる周りがいけないのだと思うようになってしまいました。だから本当は乱暴なんてしたくないのに、乱暴なことをしてしまって、周りのお友達から仲良くしてもらえないようになってしまったのです。ある日、森の中で狐に会いました。くまくんは仲良くなろうと思い、そばに近寄りましたが、やっぱり大きな声を出した途端に逃げられてしまいました。もう嫌だ。なんで僕は声が大きいんだ。仲良くしたいだけなのに、こんなことなら嫌われ者のままでいいや。そう思ったくまくんは、たぬきさんに会った時にわざと大きな声で吠えました。びっくりしたたぬきさんは食べられてはたまらないと思い、持ってる木の実を放り出して逃げていきました。それを見たくまくんはなんだか楽しくなりました。今までは仲良くしたいと思って優しくしようとしてきましたが、それが無理なら脅かしてやれとおへそが曲がってしまったのです。だから次に出会った動物さんにも同じようにガーと吠えました。次から次へとガオーと吠えるくまくんをみんなはもっともっと怖がるようになり、しまいには誰もそばに寄らなくなりました。森の中の大事な話があってもくまくんのところには伝わってこないし、みんなが集まってパーティーをしていてもくまくんだけは仲間外れです。こんな仲間外れのようなことをしていたら森の中がつまらなくなる。そう思ったうさぎさんがみんなが集まった時に言いました。ねえみんな、今のままじゃいけないと思うんだ。すると狐が言いました。それはどういうこと？くまくんが怖がって仲間外れするなんてよくないことだよ。たぬきさんが言いました。でも食べられそうで怖いのよ。ちゃんとくまくんと話してよ。どうして乱暴をするのか聞いてみようよ。みんなの顔が曇ります。そして乱暴者のくまくんに誰が声をかけるのか、誰が話を聞きに行くのかという相談が始まりました。誰だって仲間外れになんてしたくないし、そんなことをして楽しいはずはないのです。わかった。だったら僕がくまくんに話してくる。そう言ったのは言い出しっぺのうさぎさんでした。きっと何か理由があるはずだから、ちゃんとくまくんの言い分を聞いてくるよ。
みんなは大丈夫かなと心配になりましたが、このままではいけないと思っているだけに止める人はいませんでした。うさぎさんがくまくんのところに行くと、くまくんはつまらなそうに湖を眺めていました。くまくん、自分を呼ぶ声がしたので、振り返ったくまくんはついいつもの調子で大きな声を出していました。うさぎさんはさすがの大きな声にびっくりしているようです。くまくんは自分の声に怯えているうさぎさんを見て、もっと脅かしてやろうと思い、じりじりとうさぎさんに近寄りながら低い声で言いました。何の用だ。くまくん、どうして君はそんなに大きな声で、しかも低い声で話すんだい？何だと。みんな怖がって君のそばに寄らなくなっていることを知っているんだろう？くまくんは黙り込んでしまいました。くまくんはみんなと仲良くしたくはないのかい？じっとうさぎさんを見ていたくまくんは、その場に座り込むと大きなため息をつきました。はあ。ねえ、くまくん、みんなが集まっていても君だけは集まりに出られないんじゃつまらないだろう？みんなと仲良くしたいとは思わないの？うるさいな。したいに決まってるじゃないか。だったらどうしてそんなに乱暴なんだい？くまくんはじっとうさぎさんをにらむように見ましたが、全くひるむ様子のないうさぎさんにくまくんは話し出しました。最初は仲良くしようと思ったよ。そのつもりで声もかけたんだ。でもどうしても声が大きくなって、そうしたらみんなが怖がって逃げるんだ。くまくんはなんだか悲しそうな声で言いました。どうしたら仲良くなれるのかっていろいろ考えたさ。でも何をしてもダメで、それならいっそ脅かしてやろうって思ったんだ。そうしたらものすごく驚いて、持っていた木の実を落として逃げるんだ。もう仲良くなんてしなくてもいいやって思うようになって、どうせ何をしても怖がられるならもういいやって思ったんだ。うさぎさんはじっと聞いていましたが、なるほどねと思いました。やっぱりくまくんが乱暴をするにはそれなりの理由があったということです。わかったよ、くまくん。だったら僕がみんなにこの話をしてこよう。話したって無駄だよ。無駄かどうかやってみようよ。くまくんの気持ちがわかったらみんなだって変わるだろうし、くまくんだってみんなと仲良くなれたら楽しいだろう。こうしてうさぎさんはみんなのところに行くと、今聞いてきたくまくんの話をしました。みんな驚いていましたが、思い返してみれば確かにくまくんを見ただけで逃げ出したり、声が大きくて怖がったりしていたことに思い至りました。もう一度くまくんと仲良くしようよ。声が大きいのは体が大きいから仕方のないことなんだからさ。うさぎさんは一生懸命話しました。そうして
みんなもくまくんと仲良くするために頑張ろうと言ってくれました。そこで一人でいる時に道でくまくんに会ったらやっぱり怖くて逃げてしまうかもしれないので、まずはみんなが集まっているところにくまくんを呼ぼうということになりました。翌日、みんなは昨日と同じように集まりました。くまくんはうさぎさんが連れてくることになっています。みんなが集まり、くまくんが来ても驚かないようにと話し合いました。みんなより一足遅れてくまくんがやってきました。みんなが小さな声でおずおずと挨拶をすると、くまくんはなんだか悲しくなりました。やっぱり怖がられていると思ったのです。そこでうさぎさんが大きな声で挨拶しました。するとくまくんも挨拶しました。ところが普通に挨拶したつもりが大きな声になり、何人かは逃げようとしてしまいました。やっぱり僕は怖いんだね。くまくん、負けちゃダメだよ。誰だって最初からうまくはいかないんだ。慣れれば大丈夫だから。するとたぬきさんが出てきて言いました。怖がってごめんなさい。つい大きな声だったから。たぬきさんがそう言うと、次々にあちこちからごめんね、ごめんねと聞こえてきます。くまくんは嬉しくなりました。僕も声が小さくなるように頑張るから。くまくんがそう言うと、リスが出てきて言いました。くまくんは本当に私たちを食べようなんて思っていないの？もちろん食べようなんて思っていません。森のみんなは仲間なのですから。そう、それならいいの。リスさんはほっとした顔になりました。このことがあってからみんなが集まる時には必ずくまくんを呼ぶことになりました。それがパーティーであるにしても何かの仕事であるにしても必ずくまくんを呼んでみんながいるところで話をしようと思ったのです。そうしているうちにみんなはくまくんが力持ちだということを知りました。だから誰かのお家を作らないとならない時や重いものを運ぶ時などはくまくんはいないとならない存在になったのです。くまくん、この木を運んでくれるかい？言われるとくまくんはいいよ、お安いご用だと運んでくれます。そしてみんなこんなことならもっと初めから仲良くすればよかったと思うのでした。おしまい。